4. ペンテコステ五巡節。さて、ここでは聖霊降誕によって臆病風に吹かれていた無知な人々がいかに素晴らしい証言者となって死の教えを伝えるものになったかをお話ししよう。ペンテコステの前夜はそれぞれがお互いに離れ離れになっていた。12人の弟子は皆孤独の境遇に身を置いて悪霊の大軍から猛攻撃を受け熾烈な戦いを展開していた。誰一人としてこの奇妙な戦いを避けうる者はいなかった。薄気味の悪い妖怪が襲ってきて大切な信仰心をもぎ取ろうと狙い撃ちするのであった。その中にあってヨハネとペテロの2人だけがこの呪われた戦いをたやすく切り抜けることができた。ペテロが最後に悔い改めてからというものは全く別人のように変わってしまい、彼の魂はまるで夜明けに咲いた花のようにかぐわしかった。そんなわけでその夜は弟子たちにとってとても長く感じられた。しかし一人も戦いに敗れる者はいなかった。悪霊の大軍は早朝になってすっかり力を失っていた。一同は水で体を清めてから二階座敷に上がり、しばらくの間死なるイエスに思いを馳せていた。彼らは立ったまま日の出を眺め祈りをしながら心を清めていた。最後の晩餐の時、イエスが命じられたように一同は聖卓を囲んで座った。つまりイエスを記念する行事である。彼らは聖体、イエスの体を象徴するパンのことに近寄った。一つのパンをみんなで分け合った後、一同は互いに手をつなぎ、死の約束された聖霊が降下するのを待っていた。突然不思議な変化が起こった。部屋が真っ暗になり、気体のようなものが彼らを覆った。光は吹き飛ばされ、どよめきが起こった。強い風が渦巻き、嵐のように彼らの周りを吹き荒れた。光が現れて舌のような形をした炎が現れ、まるで真っ赤な花が咲いたように一人一人の弟子の頭上に灯った。彼らの体は驚きにわなわなと震えていた。しかし恐怖ではなかった。ある者の目にはそれが野に咲く百合の花のように純白に映り、他の者には死の流された血のように真っ赤に映った。純白は清純を表し、赤は救いの印であった。12人の弟子は一瞬目の前に肉眼では見えない巻物が広げられているのを見た。その中にこれから起こるべきことが記されていて、異邦人が必ず死の御言葉を受け入れることを告げていた。それがあまりにも速い速度だったので、ある者はそれを覚えることができなかった。しかし霊の目で捉えていた。一同は言いようのない喜びに満たされていた。さらに頭上にとどまっていた炎の花が空中高く昇り始めた。その時に今までわからなかった死の言葉がまるで昼間の輝きのようにはっきりと意味をつかむことができた。風は止んだ。12人の頭上にあった炎も見えなくなっていた。二階座敷は静まり返っていた。おのおのは今まで味わったことのない強力な気力がみなぎっていることを感じた。最初に沈黙を破ったのはペテロであった。彼はすっくと立ち上がり、大声を張り上げて預言者の言葉を話し出した。まるでスラスラと巻物を読んでいるようであった。最初に預言者ヨエルの言葉。旧約聖書中の小預言書で神の裁きが到来しつつあることを警告した。を引用し、神を知らない異邦人のために告げられた御言葉を語った。若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。そして多くの不思議と印とが起こるであろう。日は闇に、月は血に変わるであろうとヨエルが言ったことは、本当に実現するであろう。しかし私にはそれがいつ実現するかはわからない。聖霊の炎が両弦の火のごとく広がり、多くの夢や幻が与えられ、イスラエルの神の素晴らしい働きが示されるであろう。その日を待ちなさい。イエスの再臨の日ではなく、アブラハムの子孫に約束された土地のように、異邦人に与えられる約束の光がやってくる日を待ちなさい。その日に異邦人は、霊の浴場で水浴を楽しみ、人々の魂を覆っていた闇は、全く一時的に肉体を包んでいたものであることを悟り、人間は死んだ後もなお生きながらえるものであり、霊の炎を完全に消し去ることはできないことを知るに至るであろう。私が今日霊の目で見せられた巻物に記されていた人間の生死に関する内容について話して聞かせよう。これから先何世代にもわたって戦争や堕落が起こっていくことが、キリストの霊が良き時代でも悪い時代でも人々の心に宿るようになり、少しずつ彼らを変えていくであろう。しかしまたキリストの名を語ってサタンが大暴れする時がやってくるであろう。しかしお互いにすっかり結び合っているならば、
悪に巻き込まれることはない。霊言というものは全く平等に与えられるものであって、誰よりも多くを所有できるというものではない。それは共通の宝物である。我々12人の弟子は、定められた日に霊の命令によって、どこにでも出かけていこうとしているのである。聖霊を受けた後、弟子たちはエルサレム近郊に住むことになった。その理由はこの町には地の果てから多くの人々が集まっていたからである。彼らは鳥のようにイエスの教えを運んでくれるのである。弟子たちは張り切って遥かなる違法の地で働く準備をしていた。ペテロは雄弁に語り、弟子たちは聖霊の息吹を全身に受け、喜びに満たされていた。